どうもアイアムボスです。このタイミング、平鈴木釣りに行くべきタイミングでした。いい条件の中、釣りができたようです。このポイントに来るのは2回目。ようやく魚を見つけることができたようです。ルアーはミノーマスタンプラック 100S。 ライドオン？推測ではありますが、平鈴木ではない食べ方。多分青物かチヌか平鈴木の可能性も考えられたようですが、フックアウトとなりました。そして魚がつきそうなポイントをさらにチェック。プラスさらしの広がり方、潮の流れを見ながら少しずつ歩きながらポイントを打っていく。そしてこれが今回おそらく最大魚の平鈴木。ポイント到着1投目、結構リトリーブは早めに。ライドオン、1秒で1メートルくらいのルアーのスピード。強烈なバイトとともにすぐに潜り込まれ、ドラグ出る。ルアーが破壊されたのと同時にフックアウトとなってしまいました。これによりマスタンプラグ 100S のバージョン 1.1 へのアップデートとなりました。ルアーを交換し、リーダーチェック。再び釣りを開始してアプローチしていきます。先ほどバイトしてきたポイントは画面左上の箇所。魚がついていたところや足元のさらしをチェック。平鈴木がベートフィッシュが来るのを待っているようなポイント。そのような箇所を意識しながらキャストしていきます。このポイント移動前のルアーローテーション。マスタンプラック 100S ブレスライド 110F。後、トップを含めながらローテーション。このマスタンプラック 100S はウォブリング系ミノー。大きな波動のミノーで反応しないポイントではブレスライド 110F に交換してから平鈴木平生5クラスが口を使う場面もありました。ルアーのアクションを比べてみると、魚へのルアーの見せ方、波動やアクションの違いで魚には有効だったりする場合があるようです。その日の状況によってルアーローテーションすることの必要性もあります。そしてライドオン。フッキングからスムーズにしっかり巻きます。サイズそれほどではないものの本命平鈴木。貴重な一匹です。今回は必ずネットが必要。以前のポイントチェックで判断できていたようです。スムーズにランディング。ランディングネットが必要な磯と、そのままランディングに持ち込める磯を見極めて、
釣りをしていくヒラスズキ釣りの難しくもあり面白いところです。今回しっかりランディングまで組み立てることができておりました。今年初ヒラスズキをキャッチ成功。カラーはサイドベイトチャートキャンディ。そして本日2尾目の魚になります。カメラ回ってなかったんですが、沖の沈み根周りをチェック。ここは足場が近かったのでそのままランニングに持ち込みます。藻がついてる磯は滑りやすいので注意。特に注意しないと滑って転倒して怪我も十分考えられる。安全第一でランディングに持ち込めました。この時もサイドベイトチャートキャンディ、そしてベイトフィッシュを確認。キビナゴ、イワシの類でした。それもあってマッチ・ザ・ベイトカラーリング。魚の反応を引き出すきっかけになり得たかもしれません。瞬間はかなり強い当たりが伝わる。すごく分かりやすかったですね。狙ったポイントで素直に反応してくれる兆候となりました。取れ高も確保できたようなので、細かなポイント移動でまだ釣りはできるような状況だったんですけども、後にキープ。全部で5バイトにキャッチとなりました。ご視聴ありがとうございました。